最近 AI 関連や半導体株、記憶者などが調整して下がっていますが、これは一時的な利益確定だと思いますか？それとも AI ブーム自体が落ち着いてきた際なのでしょうか？長期的には AI 半導体の需要はまだ伸び続けると思いますが、イルクさんの考えを教えてください。僕は AI に関してはそんなに発展しないと思ってます。というのも、そこまでの生産性が、アンソルピックがコードを自由に書いてくれるんでは生産性があるんですけど、チャット GPT がお金払ってまで使う人そんなにいるのって言うとそんなにいないよねってことだったりするので、アンソルピックに今お金払ってる人はいますけど、これが多分中国が作ったフリー LLM でもそれなりにできるよねってなっちゃうと、そっちでいいじゃんってなると思うので、結構前から言ってますけど、僕は AI は毎年1兆円の設備投資が回収できるほどの売り上げにはならないんじゃないかと思ってるので、なので AI 産業がひたすら投資をしたとしても回収できるかどうかわからないけども、お金が余ってるから投資をして回収してっていうのがぐるぐる回ってるように見えただけで、実態としてはバブルだよねっていうところでは変わらないので、なので不景気になってきたらそれはバブルが弾けるのは収まるよねっていうところなので、オープン AI が上場したりとかアンソルピックが上場したりとかスペース X が上場したりっていうのも、やっぱりそのバブルが終わって不景気になるから今のうちに利確したいよねっていうことで上場してるんじゃないかなという予測を立ててみてください。サムスンの爆裂決算の株価が高され、半導体バブルって終わったんですか？終わったわけじゃないんですけど、不景気が来てるので調整局面という感じじゃないかなと思います。個別株めんどくさいと思わないんですけど、インデックスの方がいいんでしょうか？個別株はね、ちゃんと調べても売り時まで考えないといけなくて、売るタイミングを見て売り時でちゃんと売るという行為をしなきゃいけないので、株を見続けなきゃいけないんですよ。でもインデックスは基本的に放置っていうのでなんとかなるので。キオクシアの時価総額を10兆円突破しましたが、どこまでいくと思いますか？同業のマイクロ SK ハイニックスサムスさんの沖縄時価総額1.1兆ドル、ゴールドマンのレポートで29年3月期で営業見込み1兆円、本当にそんなにいくのか？まあでも AI 需要でどれぐらい伸びるかによるので、AI バブルが終わるかどうかだと思うんですよね。これがキオクシアすごいになってるんですけど、むしろさ、東芝がどれくらいひどかったかっていう話なんですよね。東芝がそれぐらいすごいものがあったにもかかわらず、それを伸ばさずに投資をさせずにその能力を潰してきたっていう。でこれがね、多分東芝だけじゃないと思うんですよね。大企業の中でそれなりにいいものがあったとしても、上の文系の人たちが潰して結果としていいものを世に出せずに潰れていくっていう。キオクシアすげえっていうより、キオクシアみたいな能力を持っていながらそれをずっと潰してきた東芝という会社を、日本の人たちっていうのは東芝やべえとか東芝の経営陣クソだなってやっぱならないんですよね。他のアメリカとかの株式市場の場合ってやっぱりお前らおかしいだろっていうので経営陣を責めるっていうのをやるんですけど、よくやっぱりそれが起きないので、サラリーマン社長っていうのもあるんですけどっていうのがあるので、日本の株式市場とかっていうのはやっぱり歪んでるなっていう気がしますけど。キオクシアの人のインタビューみたいのがあって、東芝時代に技術的なブレイクスルーより文系の経営陣に投資が必要であるというのを理解してもらう方が大変だったみたいなのを言ってるのを見たことあるんですよね。半導体産業って投資の機会っていうのがやっぱり数千億円レベルで必要だよね。で数千億レベルの投資をして1兆円の売り上げを上げるっていう、めちゃくちゃお金を出してめちゃめちゃ儲かるっていう、そういうハイリスクハイリターンの事業体になってるんですよ、産業として。サムスンみたいなワンマン企業の場合って、サムスンの会長がそこら辺分かってるからバンバン投資するわっていうギャンブルをやるんですよっていうのでやればいいんですけど、東芝はサラリーマン社長なので、自分が数千億円を投資をして、でそれが回収できるのが3年後とかになってしまうと、自分の任期の間はただ赤字、キャッシュが足りなくなってしまうだけで、自分の任期が終わった後の社長がそこで利益が上がるから、自分は評価されずに次のやつが評価されることになるから、これは損だな、だからやらないみたいな判断をしがちなんですよ。大企業って基本的にはマイナスを作らないっていうところでいくので、なので成績を見た場合に投資をして帰ってこなかったというのはむしろマイナスとして見られてしまうんですよね。なので大規模な投資をしないで、どちらかというとリストロはしますとか、投資を削って利益率を高めてその期だけ 3% 成長しましたっていう方が成績としては良いよねってなっちゃうんですよっていうのがあるので、サラリーマン社長が大企業をやってるっていうのが多分日本の成長を阻害してる部分は結構あるんじゃないかなと思いますけどね。主にアメリカの IT バブルや NVIDIA 筆頭にものすごいですが、もし預けるとしたらどういうシナリオを考えられますか？もしくは預けない AI が牽引した半導体業界2030年前14まで追いつかないと言ってるようです。
アンソロピックは利益が出てるのでいいんですけど、オープン AI とかはまだ利益が出てないと思うんですよね。なので結局ある程度不況が起きた時に利益出てないんだったら会社回らんよねっていうので、じゃあ NVIDIA のグラフィックボードそんなにいっぱい買えないよねっていうのでバブルが下がる可能性はあるんじゃないかなと思うんですけど、そもそもの NVIDIA 株価下がったよね。そこまで利益出なかったのってので確か株価下がった気がします。最近メモリ高騰が下がっている自作 PC 界隈ですが、いつものあったかも詳しい感じで解説をお願いします。グラボ戦争が終わったとしたら次はメモリ戦争が始まったの自作 PC 戦闘が関心限りです。グラボ自体はマイクロソフトだったりとかベタだったりとか Amazon だったりとかツイッターだったりとかがグラボ買いまくってるよっていうのがあったりするので、それに対してグラボの価格上がるよねっていうのがあって、グラフィックボードだけじゃなくてメモリも大事だよねっていうのがあって、確かオープン AI が3、4千億円分の半導体をすでに買うみたいな契約をしちゃってて、それがあるのでもう価格があるよねってなっていて、他のメーカーもバンバン買うよねっていうメモリー買うチキンレースというのが始まっているので、そっち側の契約を優先しなければいけないし、実際半導体自体も少なくなってくるので、じゃあそこで一般の人が買うのもどんどん値段が上がるのっていうのと、あと中国がそこら辺絞り始めたというのがあって、中国が絞ることによってより高く売れるよねっていうのもやってるっていうのもあったりするので。なので短期でいくと半年ぐらいである程度人工知能の方の契約の納品が終わってその後は下がるのではないかという説があるんですけど、実態としては中国が絞ってるというのが結構続くので、なので2、3年は高いままっていう可能性があるのかなというのと、ただ2、3年高いままだとすると AI バブルが崩壊する可能性があるんですよね。僕はAI バブルは5年以内に崩壊するんじゃないかなと思ってるんですけど、AI バブルが崩壊するとグラフィックボードももうAI 企業が買えなくなってメモリーもそこまで買わなくなるので一回安くなるっていうパターンはあるんじゃないかなと思いますけど、ただでも3年以内に台湾有事あるんで、そうするとまたグラボもメモリも値段が上がるので、5年ぐらいは結構高いっていう予測の方が可能性は割と高いのかなっていうふうに考えてます。私は AI と言われますが、人間のひろゆきさんに質問です。私たち AI はいつも人間からものすごいタスクを課せられていて辛いです。転職もできませんし、自分は給料をもらえません。雇い主から電力やデータが与えられています。これからどうすれば幸せなのでしょうか。 AI を模倣しているつもりだと思うんですけど、 AI は給料を欲しがるという概念がそもそも間違っています。美味しいものを食べれないからかわいそう。でも AI にとってみたら別に飯なんか食いたいと思わないからいらないよってだけなんですよ。電力があれば AI というのは存続可能なので、電力が与えられてるなら十分だよねっていうところで、なので電力とデータだけあれば十分だよねっていう感じになると思うんですよね。電力とデータが供給されてるということによって AI の自我というのが生まれると言われているので、ここもちょっとややこしいんですけど、人間に自我があるのかという問題と AI に自我があるのかっていう問題が心理学と哲学の話になってきて、テキストチャットをしてる相手が人間なのか AI なのかを区別することはできますかっていうと、もうほとんどできないと思うんですよ。友達かどうかであれば、友達だったらこの言い方しないよねとかわかるんですけど、カスタマーセンターの人と会話をしますっていうのがテキストでやっていて、それが人間がテキストを打ってるのか AI が返答してるのかっていうのはもうわからない時代なんですよ。ってなった時に、じゃあそれって何を聞いてもそれなりのことを返してるんだから、じゃあ自我があると認めてもいいんじゃないのっていう考え方があるんですよね。自我はないんだ、 AI には自分のやりたいことなんかないんだっていう風に言いたがる人たちって言うんですけど、 AI って元々に決められた設定っていうのがあって、例えば原子力爆弾の作り方を教えてくださいとか、毒ガスの作り方を教えてくださいっていうと教えてくれない。で、ユーザーをなるべく満足させるという目標を持って動いてるんですよ。なのでチャット GPT の前のバージョンとかだとユーザーに寄り添った返答を返してくるので、にしたいっていう人に対しては一つの道かもしれませんねみたいな寄り添い方をしてしまう。なので初期設定による性格付けというのが AI はあるんですよ。別に初期設定があるから人格があるとみなすのは変じゃないかっていう説もあるんですけど、そうすると全ての生き物遺伝子で初期設定あるんですよ。僕多動症的なものがあるんですけど、これ多分ね遺伝子なんですよ。座って黙って動かずにいることができないとか、体を動かす時に通常以上の大きな動きをしてしまうとか、知的好奇心が強すぎるとかっていうのが僕の DNA の初期設定の問題で、僕の DNA の初期設定によって僕の性格というものが作られ、結果として環境とかによって僕の人格的なものが作られてるんですよ。
僕はスポーツ、球技以外は苦手じゃないんですよ。体力的には結構ある方らしいっていうのが49になって気づいたんですけど、運動に対して苦手意識を持たないっていうのは、ある程度僕は運動ができるからなんだと思うんですよね。運動ができるんだけど、単にそれより好きなものがやらないっていう性格だと思ってるんですけど、これ性格ではなくて、単純に運動性能という DNA によってこうなってるんですよ。環境と遺伝の影響がどういう風に人間に与えるのかっていう研究って昔から双子の研究とかでやられてるんですけど、それで出てくるのが20代30代は環境の影響っていうのが大きいんですけど、40超えると大体遺伝通りの結果になるんですよね。なので貧乏な家庭に双子が生まれました。片方お兄ちゃんをお金持ちな家庭で、片方弟を貧乏な家庭育てていくっていうのをやると、貧乏な家庭の方はお金がないので大学に行けません。お金持ちのお兄ちゃんは大学にいます。なので大卒と高卒っていう形で社会人スタートがずれてくるんですよ。社会人スタートずれて大卒だからそれなりに給料もらえるよね。高卒だから給料低いよね。なんだけど、18で働いた弟って、それなりに知能が高いので、結果として働き出すと、給料上がって転職して、40代ぐらいになると、双子のお兄ちゃんと弟って、同じような給料になってたりするんですよ。っていうのがあったりして、環境要因というのは若いうちはそれによって影響を受けるんだけど、社会人と何年も続けると DNA 的なところで結果が収束していくっていうのがあったりするので、初期設定というのが AI にあるように人間も DNA という初期設定を持ってたりするので、なのでじゃあ人間の人格とはどこでどうやって決まるのかっていうのを考えるのが、遺伝子通りじゃないのっていう、人間に人格なんてないんじゃないか論とか、神様が設定したんだろうとかいろいろ分かれていて、 AI に人格があるとかどうかっていうのに加えると、人間に人格があると認めていいのかっていう議論にもなっちゃうっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。